こんにちは。お元気ですか？今日は7月30日の水曜日ですね。もう7月も末、もういよいよ8月になっちゃいますね。もう毎日本当夏真っ盛りっていうね、気候ですよね。暑くってもう本当エアコンなしでは過ごせないっていう感じです。私はね本当にもう完全在宅ワークなのでね、本当に自分で用事を作らない限りは外に出なくてもいいっていう感じなので、エアコンとかでね気温は自分の好きにコントロールできる生活なのでね、特に熱中症の心配とかはないかなっていう感じですね。家にいてもねちょっと暑いの少し我慢しちゃって熱中症になっちゃうっていう話とかニュースとかもねあのよく聞きますので、特にお年を召された方とかはですね、なので家にいたとしても、自分の体感覚、体の感覚とかね、どれだけお水飲んでるかな、汗出てるかなとか、暑いって感じてるかなとか、あとは私は結構首周りのこの頸動脈のあたりとかを手のひらで触ったりとかしてね、すごく体の中が熱こもってる時はなんかここがすごく熱くなってる気がしたので、そういうのでチェックしたりとかしてますね。そういう場合は濡れたタオルをね首に巻いたりして、それでサーキュレーターとか扇風機の風に当たったりとかして、ちょっと急速に体を冷やしてみたりとかねしてますね。一番手っ取り早いのはね、シャワー1回パッと浴びちゃうのがいいと思うんですよね。本当に熱中症っていうのはね、今の時代結構気をつけててもなるっていうレベルなので、ちょっと自分でね工夫したりとかね、自分の生活環境習慣とかね、こういうお仕事しててどうしても外に出なきゃなんないとか、自分のペースじゃなくて、会社のペース、仕事のペースとかね、行く場所とかあるので、こういう場合は自分はこういう工夫をしようとかね、する必要がもう出てくるなっていうふうに思いましたね。で全く同じ環境で働いててもね、その人の体質とかね、あとは年齢とかによっても違ってくるので、周りがそれで平気だから自分も平気とか考えないで、自分の感覚でね、そういうのを判断するのが大事だろうなって思ったりしますね。あとはね年齢を重ねてくるごとにね、その体の体感覚のセンサーみたいのもね若干ちょっと鈍るっていうのもあると思うので、自分では平気かなって思ってたけど体がもう結構ダウンしちゃうくらいの状態だったっていうのもあるので、そういうのはね結構ロジカルに数字とか見たりとかして、なんていうのかな、数字とか回数とかね、そういうのをロジカルに考えて対処するっていうのも大事かなっていうふうに思ったりとかしましたね。最近お家の外とかでねたまに救急車の音とか聞こえたりとかすると、あれって熱中症だったりするのかななんて思ったりとかしますね。本当気をつけたいなって思いました。家の中とかだったらね、エアコンの温度設定とかですよね。あと水分補給、喉が渇いたっていうよりもね、ちょこちょこ飲むようにするとね、体が水分不足にならずに済むのでね、喉渇いたって時はもうすでに水分不足してる状態なのでね、ちょこちょこしっかり水分を取るっていうのも大事かなって思いますね。あとは外出するとき、お外に出るときですね。私はスーパーに買い物に行くくらいしか外に出る機会ないんですけれども、必ず日傘、もしくは夕方くらいだったら帽子とかでもいいかなと思って、帽子、このどちらかは必ず持つようにしてますね。日中の日差しが強いときは絶対に日傘ですね。すいません、ちょっと喉にちょっとなぜかむせちゃった。なんだ日傘、最近は男性でも持つようになってきてますよね。私ね結構昔から男性でも日傘持った方がいいよなんて言ってるんですけれども、男性は結構ね持つのがちょっとなんとなく恥ずかしいっていう意見は多いですよね。でも別に
確かにね、男性とかで暑さに慣れてる人とかは日傘持たなくても自分は頑張れるというかね、熱中症になるほどにはならずにそれでも平気だよっていう人もいますけれども、別にねそこの限界を責めずとも快適に過ごせるじゃないですか、日傘があった方が。私ね自分で日陰を作ってこう外で歩くっていうのはね、ものすごく理にかなっているというかね、すごく効率的だなっていう思う部分があって、単純にこう暑さがしのげるっていうのもあるし、もう肌とかにね直接日光が当たるとそこから水分とか蒸発したりとかして、こう体力もね日陰より日向にいる方がね断然こう体力の消耗も激しいので、日傘をしちゃった方がねすごく効率がいいんですよね、体力的にもこう自分の涼しさ的にもね。なのでそういう意味でもね日傘いいよねって思ったりしますね。あと真夏とかだとね結構急激な夕立とかあったりするじゃないですか。雨降んのみたいな、そういう時ね意外と日傘持ってると、今の日傘って絶対に水陸っていうのかな晴れの日の日傘としても雨の時の普通の雨傘としても両方使えるタイプしか売ってないと思うので、急な雨とかにもね結構便利だったりとかしてね、もう夏はもう日傘必須ぐらいの感じでいいんじゃないかななんて思ったりしますね。あとは外出するときは必ず水筒を持って出ますね。水筒じゃなくてもこう外に出たらすぐにどっかで自販機でお水とか買って、喉が渇いたっていう時に買うんじゃなくて、もう外に出たら自販機とかコンビニとかあったらとりあえず買っとくっていう習慣はつけてますね。そうそう、なんか水筒とか朝持ってく時間とか余裕ない時とかあるんで、そういう時はねあのいいのは自分家にね予備でペットボトルのお水とかも冷蔵庫とかに入れとけば、朝水筒とか用意する時間とかなかったりとかしてもそれをパッと持っていけるので、なのでね常に水分持ち歩いてるっていうのは大事だと思いますね。電車の中とかでもね電車とか急いでるとさこう水分買う自販機とかあっても買う余裕がなくてそのままパッと飛び乗っちゃったりとかするじゃないですか。そうするとね結局自分が降りる駅までちょっと喉乾いても我慢しちゃったりとか、あと最悪なのは人身事故とかでね結構止まったりすることあるじゃないですか。そうすると飲み物がないのにすごい長時間こう電車の中でねこういなきゃなんないとかそういう時もあるので、やっぱりね夏とかはね常にもう飲み物を入れておくっていうのをね習慣にしててもいいんじゃないかなと思いますね。あとねってほどじゃないんですけど、ちょっとそこで思ったっていうかあれなんですけど、私ペットボトルカバー結構好きなんですよ。ペットボトルの形のこう私がお気に入りで持ってるのは布製っていうかニットっぽい素材で伸び伸びのやつなんですけども、ペットボトルとか買うとねペットボトル冷たいお茶とかお水とかと外の外気の差で水滴が外にペットボトルにつくじゃないですか。だからペットボトルをバッグの中に入れといたりとかするとすごくこう周りのものがちょっと軽く濡れたりとかしてそれが結構嫌なんですよね。でもそのペットボトルカバー持ってればそういうのもないので、しかもねペットボトルカバーをしてるおかげで冷たいのがちょっと長持ちするっていうのもあってね、ペットボトルカバーはお気に入りでいつも持つようにしてますね。あと冬とかね熱々の缶のミルクティーとかね買った時とかもペットボトルカバーをパッとこうするとニットのやつは結構伸び伸びなんでねちっちゃいやつのにもちょうどよく使えたりとかするので、それでね熱々のを持たずに済んで、しかもあったかいのも長持ちするしってことで結構ニット素材のペットボトルカバーはねお気に入りで使ってます。洗濯とかもすぐできるのでね清潔ですしね。
そんな感じで夏い暑を過ごしておりますが、私はエアコンとかもね、そんなに冷えすぎないのが好きなので、これを人に言うとちょっと暑すぎないって言われるんですけど、29度とかに設定してるんですよ。これはね、私電気代とかをねケチってるわけじゃなくて、それ以上こう気温下げると結構足先とかが冷えてとかね、あとこうなんて言うんだろう、逆にこう体が重くなるので、そうそう、だからね、あのなんだろう、夏になり始めの時はもっと気温下げるんですよ。まだ暑さに慣れてないので。でも慣れてきたら結構もう今ぐらいは慣れてるので、29度ぐらいで全然ちょうどいいですね。それ以上下げたらちょっと体がこうエアコンでだるくなっちゃうくらいなので、あとは私サーキュレーターも併用して使ってるのでね、そういう意味で温度高め設定でもそんな暑くないっていうのはあるのかもしれないですね。で、あとはこうちょっとこう外出とかしたりとか、あとはエアコンちょっと暑くなってきたからもう一度下げようっていう時とかね、さっきも言ったようにこの首の周りの頸動脈のあたりを手のひらで触って、すごい暑くなってんなと思ったら、ちょっとまずはこう首とかね、手首とかね、そういう、特に首ですね。要は熱中症とかになった時に大きい血管が通ってる肌近くを通ってるところを下げるといいっていうじゃないですか。だから首周りとか脇の下とか、あとこの股関節のあたりっていうの、このいわゆるコマネチラインですねあの辺とか、そういうところをこう冷やすと効率的にこう体の熱を下げることができるって言いますよね。なので実際に首周りとかを下げるとすごいこう楽になるので、濡れた手ぬぐいとかをね首に巻いたりとかしてね、それを定期的にこう水をね変えたりとかして絞り直したりとかしてするとすごい気持ちよかったりとかしますね。で、あとは手足とかもね、ちょっと濡れ手ぬぐいで拭いたりとかするとすごい涼しく感じるんですけども、多分これ気化熱もあるんじゃないかなって思うんですよね。気化熱って水が蒸発する時に周りの空気の温度を下げるっていうのとあれで、だから足とか手とかちょっと濡れ手ぬぐいでこう拭くと、こう一瞬スッとね心地よくなったりとかしますよね。あとはね、外出とかしちゃったらね、それどころじゃなくて体の中に熱がこもってると思うので、私は帰ってきたらね、一旦軽くシャワーを浴びることをしてますし、それは結構おすすめしたいなって思いますね。ほんのちょっとの外出でそんなにこう体が熱を持たなかったっていうんだったら、涼しいエアコンの部屋にね入るだけでいいと思うんですけれども、結構がっつり暑かったわーっていう時はね、体の中に溜まった熱がやっぱりエアコンだけだとね、この表面だけは冷えても中の熱がこもってる熱が取りきれてない感覚がね、体の感覚があるんですよ。で、実際そうだと思うんですね。体の皮膚の表面だけが冷えて中の熱がこもってるのがみたいな。でそれをそのままにしておくと結構軽い熱中症みたいな感じで、こう体力的にもこうちょっとなんていうのかな、コスパが悪いというかね、ちょっとだるいなとか、なんかこう元気出ないなみたいのが結局こう1日くらい続いちゃったりするので、一晩寝たら結構治ったりはするレベルではあるんですけども、結構それでその日一日いろんなことができなかったっていうと結構コスパも悪いし、体にもね負担にもなるので、軽くね外出から帰ってきたら夜寝る時のシャワーみたいにしっかり体を洗わなくていいので、体を下げるっていう意味で本当、1分くらいでいいのでシャワーを浴びるといいですよね。ぬるま湯から浴びて、その後ねちょっと冷ためのお水で体を冷やすと、やっぱりね全然多分エアコンだと空気で冷やすけれどもシャワーだと水で冷やすじゃないですか。そうするとやっぱり熱伝導率の違いなんだろうなって思うんですけども、水だとね断然体冷えますよね。表面だけじゃなくって体の中の方までしっかり熱がこう
こもってた熱が外に出るような感覚があるので、水の方が水の冷たさ、体の熱さの熱を水がなんていうか熱伝導率が高いからしっかり奪ってくれて体を冷やしてくれるっていうのもあるんだろうなって感じますね。あとは外に出るとね、汗かいたりするじゃないですか。だから肌の表面の汗の膜みたいのをそれをこう軽く流してくれることにもよってなんとなく体感覚的になんですけども、この皮膚呼吸というかね、通気性が良くなったような感じもして、そういう意味でも体が冷えてすごくこうすっきりと楽になるなっていうね感じがしますね。なので暑い外から帰ってきた時はガンガンに冷やした部屋のエアコンに入るよりも一回もう本当に軽く1分くらいでもいいから水でシャワーを浴びて体の奥底に溜まってる熱もそれで放出される感じになるので、その状態で涼しいエアコンの部屋に入った方がすごい効率もいいし理にかなってるなっていうのは感じるので、別に大して汗かいてないなって思っても軽くこうシャワーを浴びるっていうのがねおすすめしますね。まあそんな感じで、暑いので健康には熱中症には気をつけたいなっていう感じですね。なんかね、ついこう毎回暑いですねとかそういう話になっちゃいますよね。だって暑いんだもん。そうそう、最近ねちょっと通販でお買い物をしました。ベルメゾンでね、久々にベルメゾン使ったなと思って、最近はアマゾンとか楽天とかが多くてベルメゾンちょっとね遠ざかってたんですけども、私何気に結構ベルメゾン好きで数年ぶりにベルメゾンでお買い物したんですよ。っていうのも私結構愛用してるお家でのタオルがね結構ベルメゾンの製品をね愛用しててタオルそろそろこう買い替えたいなっていうのがあったのでタオル買おうと思って久々にベルメゾンのサイトを覗いてタオルを買いました。でついでだからねちょっと他にも買わなきゃって思ってたものを買ったんですけれども消耗品として下着類ですね。下着とかもねタオルと同じで定期的にちょっとある程度買わないとどんどんこう劣化していくものなので、それもちょっと買い替えとしてねいくつか買っておきました。あとはカーテンレースカーテンがですね私結構レースカーテンもうこれ10年くらいかな使ってんのかな、気がついたら10年くらい使ってるかもしれない。ちょっと穴とか開いてたんですよね。もう穴はね2年くらい前からちょっと開いてたんですけどレースカーテンをこうやって掴んでシャッてこう開けたり閉めたりする時にもう多分紫外線とかすごい浴びてるから生地が劣化してたんでしょうね。この持った時の親指のところがビリってねこう穴が開いて、そう大きい穴が開いてたんですけど、それ以外でもねちょこちょこ開けるたびにちっちゃい穴とかが開いてて、もうほんとそろそろ買い替え時だなって思ってたんですけど、こうめんどくさくてそのまま放置してたんですけれども、買い替えもうほんとね今夏真っ盛りだし、やっぱどうせ使うなら一番活躍するレースカーテンがね今の時期に買い替えないと逆にもったいないと思ってねめんどくさいけど窓のサイズとかを測って、大した手間じゃないんですけどそれでねレースカーテンもついでにベルメゾンで全部注文しときましたね。で私結構ベルメゾンで好きなのがベルメゾンのオリジナル商品とかでちょっとなんて言うんだろう、工夫してあるアイデアグッズみたいのが結構あるんですよ。今回は買わなかったけど日傘とかね、マイナス何度になるこうすごいなんだろう体感がすごく涼しくなる日傘とかそういうのも何年か前に買ったの持ってるんですけど、それもすごい良くてお気に入りで使ってて、あと
下着とかね、インナー関係、このタンクトップとかね、キャミソールとかショーツとか、そういう下着関連全般なんですけれども、夏の汗をかく時の涼しく感じるやつとかね、あと脇汗とかをしっかり吸ってくれるこういうデザインのこういうやつとかね、あとはこの体型の悩みでこういう人とかのこういうやつとかね、すごい涼しく感じる素材のなんちゃらとかね、一般のお店ではちょっと売ってないようなアイデア商品とかがいろいろあって、この汗っかきさんとかのこのインナーとかで会社に着いたら上着を脱がずともちょっと服の脇の部分からさっと外せるやつとかね、いろいろあったりとかして面白いんですよね。そういうアイディア商品的なものがいっぱいあったりとかして、ベルメゾン何気にいいんですよね。このオリジナルのタオル、今回買ったのは普通のいわゆるフェイスタオル、オリジナルのタオルなんですけれども、ベルメゾンの商品を2つ買って、あとはリサ・ラーソンのタオル可愛かったんでそれも買いましたね。でこのベルメゾンのこの速乾タオルっていうのを私も結構気に入っててリピ買いしてるんですけれども、今回もその速乾タオルを買って、一応写真にあるこの左の2つ、鳥の絵のやつとクジラの絵のやつがベルメゾンのオリジナル商品なのかな。速乾タオルのなんだっけ、北欧柄みたいなやつなんですよね。これが900円、それぞれ900円で、これ本当はもっと他にも可愛いやつが多くて欲しい柄とかあったんですけど、結構売り切れてるんですよね。なのでこれいいなって思った中でも売り切れてないやつが2個あったんで、2種類買いました。本当は4つぐらい買いたかったんだけどね。あとはこのリサ・ラーソンのタオルが可愛かったので、これはね1650円するので結構お高いんですけれども、タオルにしては。でもね、いやもうこれは可愛いから欲しいから買おうと思って買いましたね。そういえばなんか今まで結構何かを達成した時のご褒美に何か買おうと思ったけど、このご褒美が思いつかなくて、欲しいものとかが特別なくて思いつかなくて、結局何もご褒美与えてないとかね、そういうこともあったんで、ちょっとねやっぱりそういえばリサ・ラーソンのなんか欲しいわと思ってこれ好きだわっていうのをやっと思い出して、そういう意味でもちょっとご褒美的に買ってもいいし、あと気分が上がるものが日常的にあるって、それだけでねちょっとそのもの自体は高くてもすごいコスパがいいと思うんですよね。タオルなんて本当にいつも目にしていつも使ってるので、それがすごい自分の好きなデザインとかってトータルで考えたらねすごくコスパがいいですよね。それ見てちょっと気分が数パーセント気分良くなる、気分上がるって言ったらそれだけでコスパいいので、あと1650円なんてね、ちょっとお安い T シャツ、この1900円くらいの安物の T シャツを買ったけど全然着なかったとかね、それに比べたら全然外れもないし、いい買い物だなっていうふうに思いましたね。そんな感じで、そうそう、リサ・ラーソンあんま気づいてなかったけど私結構好きなんだよなっていうのをね改めて思ったんですよ。今まで無意識になんとなく好きだよねって思ってたんですけど、ふと思い返してみたら私結構普段着てる T シャツでもリサ・ラーソンの T シャツ3つ持ってて、この動画でもね家着としてよく着てるんですよね、この3つそうそう、これリサ・ラーソンのやつなんですよ。だからなかなか売ってないんですよね。タオルぐらいしか今現在グッズが売ってなくて、この T シャツは何年か前に、何年前だろう、67年前かな、もっと前かな、8年ぐらい前かな、ユニクロがコラボしてたんですよね。たまにユニクロってそういういろいろなんかのキャラクターとかイラストレーターさんのとかでコラボするじゃないですか。
でリサ・ラーソンとコラボしてた時があって、その時ね、これ好きだなと思って3枚買ったんですよね。3種類。でもね、今思えばね、全部買っとけばよかったなと思って、3枚でも結構買いすぎちゃったなって思ったくらいだったんですけども、でももうその時しか売ってないから、もう今でも売ってたら全然いいんですけど、もう今でも売ってほしいって思うんですけどね。だからあの時もっといっぱい買っとけばよかったと思って。でもお気に入りの T シャツでガンガン着てるんですけどね、もう何年だろう、もう引っ越してきて4年で、引っ越す前も2、3年は着てた記憶があるから、やっぱ7、8年は着てますね。そうそう、それでずっと持ってくれてるので、そうそう、好きなんですけど、ユニクロまたコラボしてくれないかなって思いますね。コラボじゃなくてもね、普通に売ってたらいいんですけど、ネットで探しても売ってないので、そんな感じでございますね。今日まだお昼ご飯食べてないんですけどね、今喋ってる今現在1時43分とかなんですけど、今日これから何食べようかなっていう感じなんですけど、昨日ね、今年初めての冷やし中華食べたんですけど、美味しく食べたくて、具材とかを入れすぎちゃってちょっと一食ですごいお腹いっぱいになっちゃいました今日は何食べようかなと思ったりしてるんですけど、今ちょっとご飯これから炊かないと飯がないので、あとね、ちょっと甘いもの食べたいんですけど、外に買いに行くのが暑すぎて買いに行く気になれなくて、買うとしたらちょっと夕方ぐらいになったら毎日スーパーに行くのが日課なので、買い物がなくても毎日スーパー行ってるんですよ。やっぱりスーパー行かないと私一日中引きこもりに毎日ねなっちゃうので、用がなくてもスーパーもしくはコンビニに夕方に行くようにしてます。でね、ウォーキングとかありえないんでね、この暑いさなか。でもこう一日中家にこもってると、ちょっとでも外に出るってだけで気分転換になるっていうのがあるので、そういう意味でね、運動というよりも気分転換を兼ねてっていうか、気分転換だけの目的でもう10分でもいいから一回外に出るっていうのをしたりとかしてますね。はい、そんなこんなでもう7月が終わります。今年も暑い日々が続きますが、熱中症とか気をつけて、アイスとかね、ビールとかを楽しみながら過ごしていきたいと思います。それ言ったらちょっと冷蔵庫にクラフトビールが1本ピルスナーが余ってるので、それちょっと思い出しちゃって飲みたいなって今思いましたということで、それではまた。